こんにちは。シア畑菜園アドバイザーのトネです。よろしくお願いいたします。今日は1月後半の玉ねぎ栽培 NG ポイントについて紹介をしていきます。玉ねぎは現在休眠期間に入っております。この休眠期間を何事もなく休ませてあげることで春に大きな玉ねぎになっていきます。変化が少ない時期ですが、1月は強風が吹いたり雪が降ったりして気候が荒れることがあるので、丁寧に管理をしていきましょう。玉ねぎをのんびり休眠させるために大切な点を話していきたいと思います。ぜひ参考にしていただきたいと思います。最後にご質問にも回答していきますので、おしまいまでご覧ください。それでは行ってみましょう。今この玉ねぎの状況ですけども、ほぼほぼ順調に今の段階だと育っているんじゃないかなと思います。葉の状態はですね、少し枯れたりですねしてるものもありますけども、芯の方がですねしっかりとしておりますんで、このままでも大丈夫かなと思います。寒さが強くてですね、霜が非常に降ってですね、玉ねぎがですね浮いてきてるものもあるんですね。そういったところはですね、しっかりとですね霜柱をねこういうふうに押さえてですね、土がない場合には土を少し入れてあげるというふうにしてあげたいと思います。冬はですね葉が徐々に枯れていきますので、少しですね、心配になる方も多いんじゃないかと思いますが、ここでね焦らないようにしていきましょう。間違った対応をしてしまうと失敗の原因になりますので要注意になります。その NG ポイントについて解説をしていきたいと思います。NG ポイント1つ目、乾燥のさせすぎです。1月の後半に入ってくると雨の少ない地域ではしばらく雨が降らない、または夜露も少ない状況で極度に乾燥している状態が発生することがあります。これは地域によっての違いや栽培環境によって違いがあるので、畑の状態をまずは見ていただきたいのですが、特にマルチを設置しないで栽培している状態では、表面から5センチまで乾燥している時には水を与えてください。極度の乾燥では玉ねぎも枯れてしまうことがあります。また注意したいのはプランター栽培です。毎日水は必要ありませんが、プランター栽培では水が完全に切れてしまうことがありますので注意してください。水をあげるときには天気の良い午前中に水をあげましょう。こちらの土を見てください。ご覧の通りですね、黒く湿った状態であることがわかると思いますが、この場合は水をやる必要はありません。撮影時期は1月の上旬です。まだまだ寒い日がこれからも続くので、霜柱が発生してしまうこともあります。こうしてしっかりと土を目で確認して、本当に水が必要かどうかを見極めていただければと思います。NG ポイントの2つ目です。葉の枯れる症状を見逃すことです。防虫ネットで暴風対策をしている方はそのまま続けてください。万が一葉が枯れる症状が進む場合には、寒さや風の影響を受けている場合があります。成長点まで枯れるように状況が進行してきた場合には、ネットを二重にするなりの対策を実施してしっかりとガードするようにしましょう。こちらの玉ねぎの苗をご覧ください。一部枯れている状態ですが、異常な状態ではありません。この状態がですね、どんどん進んでいく場合は寒さの影響であるかも分かりませんので、その場合はですね防寒をしていく必要があるのではないかと思います。大切なのはいつも状況を観察して今の状態がですねどうなっているかということを確認していくことが大切です。念のためにですね、暴風対策として防虫ネットをかける作業をしていきたいと思います。それでは始めていきます。こういった段ボールというものを使って、防虫ネットをかけていきます。これを3箇所に設置していきます。大体この辺真ん中辺ですね。真ん中にもこういう風に刺していきます。で、こちらの端ですね。大体同じ高さになるようにですねかけていきたいと思います。よくつまんでしっかりと端を揃えるようにしてですねつまんでいきます。手繰り寄せておくと防虫ネットの端がですねしっかりとですねこういう形になっていきますんで、結んでおきます。このようにですね、防虫ネットをですねしっかりとこうやってかけていきます。青い線がほぼ先端に来るようにしてですね、かけていきたいと思います。こういうふうにピンとですね貼ってですね
ここで調整をしておきます。なるべく下の方でですね、こういったトンネルパッカーで止めていきます。そうすると結構ね風吹いても飛びませんので、こういう形で止めていくようにしていきます。風よけの防虫ネットを張りました。まだですね寒い状況がですね続いていきますんで、このままの状態でしばらく防虫ネットをかけたままにしておきます。 NG ポイントの3つ目のポイントは通気性の悪化になります。通気性が悪くなり多湿になると病気が発生しやすくなります。雑草が株元に生えていたり水はけが悪い場合には除草や土を耕すことで株元と土壌の通気性を良くしていくことで病気の対策をしていきましょう。このようにですね、雑草が生えていたりするとですね、後々ですね雑草が大きくなり玉ねぎのですね、成長にも悪い影響を与えますんで、小さいうちにですね雑草を取っていきたいと思います。じゃあ実際に取ってみます。取る時もですね、玉ねぎの株がですね浮かないようにですね玉ねぎのしっかり押さえておいてですね、それでこちらの方をつまんで根からしっかり取っていきたいと思います。玉ねぎの周辺にあるね雑草等もね取ってですね雑草がないような状態にしていきたいと思います。はい、それでは4つ目です。マルチビニールの緩みですね。風が強い1月なのでマルチが緩んでいる場合には裾の方をメンテナンスをしていきましょう。こちらをご覧ください。このようにですねマルチビニールがですね緩んでいる場合にはですね一色ゴテ等を使ってですねしっかりと留めていくようにしましょう。では実際にやってみます。周りの土をですね少しもう玉ねぎの根がねこのようにしっかりと白い根がよく出てますね。成長している証拠だと思うんですけども、マルチをですね土で埋めてですね押さえていきたいと思います。ピンとですね張るようにしてですねそれで土で埋めていくとしっかりと埋めていきたいと思います。はい、このように埋めていきます。はい、あとはねこうやって押さえておきます。それでは質問コーナーです。こちらの玉ねぎの動画にご質問をいただきました。追肥は化成肥料888と発酵鶏粉のどちらが良いのでしょうかというご質問をいただきました。これはですねそれぞれね使う方によってですね好みもあるとは思うんですが、例えばですね発酵鶏粉ですとですね玉ねぎに効いていく時間がですね化成肥料に比べて時間がかかると思います。また化成肥料の場合はですね即効性に近い効き目をしていきますんでね、その違いが一つあるということですね。発酵鶏粉ですからね匂いもありませんしね、こちらの化成肥料もほとんど匂いありませんのでね、どちらもそういった心配はないと思うんですけども、発酵鶏粉の場合はですね後々ですねあんまり浅くやっておくとですねこの匂いに誘われてね虫が来ることもありますんでね、しっかり混ぜ込んでいく必要があるんではないでしょうかね。その辺を十分気をつけてですねやっていただければいいと思うんですが、やる時期もですね化成肥料と発酵鶏粉とですね、少し違いがあるんじゃないかと思います。発酵鶏粉の場合はですねしっかりと効いてくる前時間がかかります。やはり 2,3 週間はですねかかってくるんじゃないかと思いますけども、こちらの化成肥料の場合はねもう少し早く効き目が出てくると思いますんでね、発酵鶏粉であれば1月下旬ぐらいからですね、やっていくのが良いかと思います。こちらの化成肥料ですね88の方はですね、効き目も早いんですが効果のね切れ目も早くなってきますんで、品種にもよるかと思うんですがですね、化成肥料の場合はですね追肥をですね2回ぐらいに分けてやるのが良いのかと思います。シア畑ではですね有機質肥料のですね発酵鶏粉等を使ったね栽培を全ての野菜にやっておりまして、発酵鶏粉はですね肥料の3要素窒素リン酸カリ等のですねバランスも非常に良いもんでですねこちらを多く使用しております。今日は玉ねぎの1月の NG ポイントについてご説明をさせていただきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。シア畑菜園アドバイザーの利根がお送りいたしました。ありがとうございました。じゃあまたね。